キャベツのおかかポン酢漬けを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はキャベツのおかかポン酢漬けを作りたいと思います。はい、ということで今回はキャベツを使った簡単おかずレシピをご紹介します。今回はキャベツをポン酢とおかかで漬け込んでいきたいと思います。ポン酢に関しましては手作りポン酢で作っていきたいと思います。味付けをした後はたったの漬け込み時間5分で仕上げることができます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。キャベツ、お醤油、お酢、お砂糖、レモン汁、鶏ガラスープの素、白ごま、塩、鰹節、唐辛子。今回はこちらの材料で作っていきます。今回ポン酢でつけていくんですが、手作りポン酢でつけていきたいと思います。手作りポン酢はですね、お醤油、お酢、お砂糖、レモン汁、こちらの4つの材料で作ることができます。そしてこちらにですね、唐辛子も加えていきます。辛いものが苦手だったりとか、あとはお子様が召し上がるときは抜いて作ってみてください。ということで、早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきます。まずですね、キャベツの芯を切り落としてください。そして切り落としたらキャベツはですね、手で大きめにちぎっていきます。そうすることで味の馴染みが良くなります。こんな感じで葉っぱを取って、あとは手でちぎります。ざっくりで OK です。そしてこの芯の部分ですね、こちらはですね、スライスして使うので取っておいてください。それではね、残りも同じようにちぎっていきます。はい、キャベツはこのようにちぎってください。キャベツをちぎったらちょっとね、大きめのジップ袋を用意していただいて、この中に入れていきます。はい、こんな感じで入れてください。あとはですね、こちら余った芯ですね、こちらは包丁でスライスしていきます。このようにスライスしてください。こうしていただくことで芯までしっかり味がついて美味しく召し上がっていただけます。ではね、残りの芯の部分も同じようにスライスしていきます。はい、これで OK です。そしたらですね、こちらも同じようにジップ袋に入れてください。はい、ジップ袋に全部入れました。そうしましたらここに塩を入れます。小さじ1/2ぐらいですね。そしてボウルを外して一度キャベツをギューッと下に押さえつけます。そしたら少しね、空気を入れて口を閉じます。そしてこちらをですね、シャカシャカして塩を全体になじませていきます。はい、このように全体になじませてください。そしたら一度ね、口を開いて、そして手でね、軽く押さえつけながら揉み込みます。はい、そして30秒ほど揉み込んだら少しね、平らにして、そして空気を抜きます。あとは口を閉じてください。口を閉じたらバットの上に乗せてください。そしてこの上にバットをまた置いて、重しになるもの何でも OK です。上に乗せます。今回私はね、お砂糖を乗せてます。ここにね、ペットボトルなどを乗せていただいても OK です。乗せるとね、ちょっとこちらに空気がまた逃げてくるので、ちょっと口を開けてまた空気を逃してください。そして口を閉じます。それではですね、このまま常温の状態で30分置きます。では続いてキャベツを放置している間に唐辛子を切っておきます。こちらをキッチンバサミでね、切っていきます。まず半分に切ってください。そして中の種を取り除きます。はい。で、取り除いたら切り口を揃えて、こちらをね、輪切りしていきます。はい。唐辛子の準備はこれで OK です。はい、30分経ちました。重りを取ります。はい、30分置くとこのようにキャベツがしんなりとしてきます。さらに少しね、水分も出てくるので、こちらを今から絞りたいと思います。それではね、ボウルを用意してください。そしてキャベツをしっかりと絞っていきます。ぎゅーっと思いっきり絞ってください。ここでね、絞りが足りないと味が馴染みにくくなるので、必ずしっかりめに絞るようにしてください。はい、こんな感じです。絞り終わったものはボウルに入れてください。それでは残りも同じように絞っていきます。
はい、このようにしっかりと絞ってください。30分置いていただくとこのようにね、たくさんキャベツから水分が出てきます。こちらのジップ袋はこの後も使うので、絞り汁はですね捨てておいてください。それではですね、しっかり絞ったらここに味付けをしていきます。まず一番初めにお砂糖です。砂糖は他の調味料と先に入れてしまうとなかなか味が浸透していかないので、一番最初に揉み込んでください。ではこれをね、一度揉み込みます。そしてしっかり混ざったら残りの材料を加えていきます。ここにレモン汁、そしてお酢、お醤油、鶏ガラスープの素、そして鰹節、あとは唐辛子です。こちらをですね、しっかりと混ぜていきます。手でね、揉み込んでいただいても OK です。はい、OK です。そしたらですね、こちらを先ほどのジップ袋に戻し入れます。しっかりね、水分を切って、そしてこの中に戻し入れていきます。最後にですね、白ごまを入れます。そしたら一度ね、袋の中でざっと揉み込んでください。揉み込んだらしっかり空気を抜きます。そして口を縛ります。ひねったらですね、輪ゴムで留めたいと思います。はい、OK です。それではこのまま冷蔵庫で5分漬け込みます。はい、5分経ちました。ではね、開けてみたいと思います。はい、このようにしっかり味が馴染んで美味しそうに仕上がりました。それでは器に盛りたいと思います。こちらですね、お好みで最後ここにごま油をかけていただいても美味しく召し上がっていただけます。そちらはお好みでやってみてください。はい、これでキャベツのおかかポン酢漬けの完成です。こんな感じに仕上がりました。短時間でもね、このようにしっかり味が馴染んでます。キャベツもシャキシャキで美味しそうに仕上がりました。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。キャベツがシャッキシャキです。そしてこのおかかとポン酢の相性が最高ですね。美味しい。手作りポン酢もすごく美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のキャベツのおかかポン酢漬けのポイントです。まずキャベツなんですが、芯を切り落としたらその後は手で大きめにちぎるようにしてください。そうすることで味の馴染みが良くなります。そしてちぎった後は大きめのジップ袋に入れて塩を加えてシャカシャカしてそのまま30分置いてください。そうすることでキャベツがしんなりして、さらにキャベツから水分が出ることによって味が馴染みやすくなります。この出た水分に関しましては手でしっかりと絞るようにしてください。ここで絞りが足りないと味がぼやけてしまいますので、しっかりめにギュッと絞るようにしてください。あとはですね、冷蔵庫で5分漬け込むだけなのでとても簡単です。きちんと水分を絞っていただくことで漬け込み時間はたったの5分で OK です。なのでパパッと手軽に作ることができます。あとはアレンジとしてはここにね、ごま油をプラスしていただいても美味しく召し上がっていただけます。辛いのが苦手だったりお子様が召し上がる場合は唐辛子は抜いて作ってみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はキャベツのおかかポン酢漬けを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。